はいどうも料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回の台所革命の方はこちら、はい豚骨ですね。で、日本においてはもう豚骨といえばもう皆さんご存知の、豚骨ラーメンですよね。で、じゃあフランス料理に豚骨を使った出汁って思い当たってみるとないんですよね。で、それがなぜなのかというお話を今回はさせていただきたいなと思います。で、どちらかというと、家庭に落とし込むような台所革命という内容というよりかは、どちらかというとちょっとアカデミックな内容になってくるかなと思っております。で、豚骨スープを作ってる方々にちょっとしたね、ヒントになればいいなっていうぐらいの感じで見ていただけたらなと思います。はい。ではね、早速、まずはね、じゃあ豚骨で作ったフォンはどういう風になるのかっていうところをお見せいたします。それじゃあね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、どうはい、こちらが豚骨、げんこつになりますね。これを、購入するときなんですけども、こうやってね、カットされてるものをご購入してください。ここからね、ゼラチン質だったりとか、髄液とかがね、出ていきますので、必ずカットしたものを購入してください。で、こんな感じで水につけていただいて、一晩経ったものがこんな感じですね。しっかり血を出してあげてください。で、しっかりね、表面を拭いて、今からオーブンで焼いていきます。では焼いていきます。だいたい180度で1時間ぐらい焼いていきます。で、途中30分のところでこうやってね、一回ひっくり返してあげて、全体にね、焼き色をつけていきます。で、しっかり1時間ね、焼いたものがこちらになります。で、この骨を外してあげて、で、この油はこれは処分します。で、そこにお野菜をミルク泡ですね、用意してニンニクも入れて、で焼いていきます。でこちらもね、しっかり焼き色がついたら OK ですね。同じ温度でだいたい40分ほどですね。で鉄板の方に水を入れて、ついているね旨味なんかはここでねしっかり削ぎ落としていきます。でその汁を入れて、水を入れて沸かしていきます。ここら辺まではね、だいたい基本的なフォンと同じやり方で問題ありません。でほとんどねもう焼き切ってますので、アクは出ることはないんですけども、こうやってね、最初だけ沸いたところで取ってあげてください。でここでセロリの葉を入れてあげてください。でブーケガルニですね、これはタイムと黒胡椒とローリエ入ってます。でこんな感じで未上手でコトコトコッとこんな感じでね煮込んでいきます。で途中でねもう一回、ちょっとこれセロリを入れさせていただきました。これはねまた理由を後ほどお伝えします。でこれでだいたい4時間ぐらいですね。一旦これを取っちゃいます。でまだね2番が取れそうですので、2番取りに行きます。こんな感じですね。また水を入れて同じぐらいの時間煮込みます。これがね1番の出汁ですね。今2番取ってるところですね。でこれが2番です。先ほどよりかはねちょっと白っぽい感じになっていると思いますね。でこれが1番と2番合わせたものですね。で少し詰めます。で沸く瞬間にですね、こうやって油が浮いてきますので、ここで取っちゃいます。ここでね一気に取ると後でね非常に扱いやすくなります。はい、こちらがね取った豚の出汁になります。もう見た感じね、やっぱりフォンドボラー油なんかとは違ってちょっと白濁したような雰囲気になりますよね。わかりますかね。こんな感じの仕上がりになります。はい、ではね、実際にこの豚の出汁を使ってソースを一つね作っていきたいと思います。まず、このねエシャロットを炒めて、ここにねミノネットを入れていきます。
ではそこにね、赤ワインビネガーですね。入れていきまして、で、赤ワインも入れていきます。で、一回沸かしたところでね、アクが出てきますので、これはね、軽く取ってあげてください。で、しっかり煮詰めていきまして、このぐらいですね。で、そうしましたら、そこに先ほどの豚の出汁を入れていきます。こんな感じですね。入れていきます。はい。では、伏線回収です。カソナードの、ここでね、ガストリックを少し入れていきます。で、ここからね、しっかり煮詰めていきます。で、パッセしまして、で、こんな感じですね。ではね、ここから仕上げていきます。で、沸いてきたところに、ここにですね、パウダー、ココアパウダーを入れます。で、これは無糖のものです。無糖のココアパウダーを入れて、しっかりね、ここで攪拌して、中にあるね、カカオバターをしっかり溶かし込んでいくようなイメージで攪拌していきます。これをするとですね、一気に味が変わりますね、やっぱり。はい。で、ブールモンテして、最終的に、表面に仕上げていきます。ではね、豚がありましたので、ちょっと焼いていこうかなと思ってます。はい、こんな感じですね。では、軽くトロステします。しっかりね、照りも出て、表面になってますね。一応今回作ったこのね、豚の出汁でもソースは作れます。ソースは作れますけども、かなり限定された使い方になってしまうというところのお話ですね。では、詳しくね、一つずつお話ししていきます。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。豚骨のフォンと、そして、このソースの実演のところでございました。で、ここからは専門的なお話を進めさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。で、まずは、実演部分のところをお話しする前にですね、まず、日本の豚骨スープについてのお話をちょっとね、進めていきたいなと思います。で、日本の豚骨スープ、皆さんね、もう本当によくご存知だと思いますし、海外の方々ももう日本に、遊びに来たら、豚骨ラーメンは食べに行くなんてね、非常に多いパターンだったりはするんですけども、どの方でも、初めて、豚骨ラーメンを食べるとか、お店に行った時の独特の匂いありますよね。で、特有の強い匂いは、あれは獣臭だったりはするんですけども、なぜ起こるかっていうと、長時間の高温加熱によってですね、血液とかタンパクとかの、骨髄のタンパクですよね。それとですね、脂質の酸化が組み合わさって匂いが出るっていうことなんですね。
で、まあ、どういうことかっていうと、せーの、ドン。はい。1、2、3ってね、まあ、いくつか並べさせてはいただいてるんですけども、骨髄と血合いに含まれる成分の熱分解っていうところがまず一つと、二つ目に、このね、トンシの酸化によるアルデヒドの生成っていうところですよね。で、3番目に高温での乳化によるこの匂いの封じ込めっていうところですね。で、あとは最終的にはこのマスキングの科学っていうところで、このね、4つの構成があって、豚骨スープっていうのは成り立っています。ではね、一つ一つ、このね、紐解いていきます。で、まず、このね、骨髄と血合いに含まれる成分の熱分解の部分なんですけども、これはですね、豚の骨にはですね、まあ、微細な血管、血合いがね、結構多く含まれてるんですよ。で、これをですね、高温でこう長時間煮込んでいくと、タンパク質の中にあるですね、含硫アミノ酸ですよね。これがですね、熱分解を起こしていって、揮発性の硫黄化合物、ここ重要です。揮発性のっていうところですよね。揮発性の硫黄化合物がこう発生するんですね。これが、むわっとした特有の臭みのベースになるんですよね。ここはちょっと覚えておいてください。で、二つ目ですね。トンシの酸化によるアルデヒドの生成。これがですね、スープに大量に溶け出したこのラードの部分ですよね。これを強火でグツ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 、このね、空気を巻き込みながら煮込まれる工程で、酸化が一気に進んでいくんですね。で、この脂質の酸化によってアルデヒドがこう生成されていって、特有の油っぽさとかですね、豚臭さっていうのを感じさせる主な原因物質なんですよね。ここも、この匂いに関しての、部分で、二つ目の部分として覚えておいていただけたらなと思います。そしてですね、この次の高温でこうね、乳化によるこの匂いの閉じ込めっていうところなんですけども、ここがですね、調理学的にも最も興味深いポイントなんですけども、フレンチのフォンですよね、とかコンソメを引く際にはですね、血抜き、デコルジェですよね。これをとにかく徹底します。絶対的にここは徹底して、アクを丁寧に引きながら、決して沸騰させないで、静かに煮出していきます。これを、工程を、煮出していくのを、ミジョテっていうんですけども、これによってですね、油と水分をこう分離させていくんですよね。決して交わらせない。乳化させないでクリアな風味だけをこう抽出するための技法です。一方ですね、この豚骨スープっていうのはもう全くもってアプローチが逆なんですね。あえてですね、強火、もう限界までの強火でガンガン炊き上げていって、で、この骨から溶け出したゼラチン質、コラーゲンですよね。これをですね、乳化剤として働かせて、水と油を強固に結びつけていく、エマルション、乳化をさせていくんですよね。で、この時にですね、この乳化させていく時に、この匂いの成分である、この気圧性の硫化、硫黄化合物のアルデヒドは脂溶性だったりはするんですけども、ここにですね、油の粒子微細な粒子が溶け込んでいくんですよね。で、結果としてスープ全体に匂い成分が均一にコーティングされて保持されていって、で、口とかですね、鼻に含んだ時に強烈な風味を感じられるっていうのが、この豚骨スープの一つのロジックになってきます。で、そして、この4番目のマスキングの科学っていうところになってくるんですけども、その匂いを、この獣臭さの部分ですよね。これを抑えるために、事前の血抜きとかですね、下茹で、豚骨スープの場合は、下茹でが必ず出てくると思うんですけども、この時に匂いの元となるタンパク質をどんどん排除していって、ネギとか生姜とか香味野菜を加えてマスキングしていくっていうところで、結構ですね、かなり考えられたスープだったりするんですね。さて、ということで、まだね、ちょっと日本の豚骨スープのところでちょっとね、話は続けさせていただきたいなと思うんですけども、この豚骨スープ、ラーメンの豚骨スープはですね、例えば、考えとして独特の匂いがあるから、ちょっと嫌がるお客さんがいるんじゃないかっていうところで、匂いを完全に消そうっていうことは、実はやろうと思えばできます。できるんですけども、それをやってしまうとですね、豚骨スープとしてのアイデンティティ、特有の、風味と、旨味とコクですね。これがですね、完全に消失しちゃうんですよね。で、どういうことかっていうと、理由はすごいシンプルで、匂いの元と旨味ですよね。ボディの元が同一だから
なんですね。で、これが起こってしまうと、もうね、全くもって、こう違った豚骨スープができてしまうっていうところですね。じゃあ逆にですね、まあ完全に匂い消すためにはどうすればいいかっていうところなんですけども、まず一つ目、徹底したデコルジェ、血抜きですよね。で、これがまず一つと、まあ、中のね、髄を除去するっていうところですね。まあ、骨を割っていって中の骨髄とか血合いを物理的に全部完全に洗い流しちゃうっていうことなんですよね。これやってしまうともうまあ単純にまあ味も出ないよねっていうのはもう皆さんわかるとは思うんですけども、単純にまあ匂いを消すっていうところにフォーカスするとこの髄を取っちゃうっていうのも一つの手ではあります。で、油の完全分離をさせるっていうところですよね。で、煮出す過程で、まあ、浮いてきた油を徹底的に、これをどんどん取っていって、脂質を完全にカットさせるっていうやり方をするっていうことですね。これはもう匂いの成分が完全に油に溶け込んでいるっていうところもあるので、ここで脂質をどんどん取っていくっていうところは、もう、匂いの元を取っていくっていうところになります。で、3つ目、沸騰させないで抽出させる未除定ですよね。で、このね、油の酸化とタンパク質の激しいまあ、熱分解を防ぐために90から95度の温度帯で絶対にボコボコ沸騰させないで、逆に未除定のように静かに引くっていうことをすると、これらのことを全部実行すると獣臭は完全に消えます。で、出来上がったのは、まあ、白濁したパワフルな豚骨スープ、白っぽいね、スープではなくて、逆にすごい、クリアで上品な、豚のフォンクレール、まあ、清らかな、まあ、スープが、まあ、豚のコンソメみたいなね、イメージになっちゃうんですよね。ですので、まあ、この豚骨特有の、まあ、パンチの効いた美味しさっていうのは、この乳化した、まあ、脂質とゼラチン質ですよね。そういったものが必ずあって、で、この匂いっていうのが必ずそれがイコールになってくるので、ここがですね、結構この豚骨スープが難しいと言われるところのメカニズムのところだったりします。はい。ではね、せっかくなので、じゃあ、まあ、自分が知る限りの、豚骨スープの、まあ、美味しく作る方法というところで、まあ、結構一般的な理由だったりはするんじゃないかなと思うんですけど、せーの。ドン。はい。まあ、3つほどありますね。圧力鍋による無酸素抽出。そして、洗浄の徹底と複数回のブランシェール。まあ、下茹でですよね。で、マスキング成分の戦略的投入っていうところで、この3つがあるんですけども、圧力鍋、まあ、密封状態で加熱するので、まあ、脂質が空気中の酸素と触れる機会がまあ激減するっていうところですよね。で、これによって、まあ、アルデヒドの生成を、まあ、物理的に防いでいきながら、高温で一気にゼラチン質を抽出乳化させていくっていうところですよね。で、この方法はまあ家庭では可能なんですけども、ラーメン屋さんでこの圧力鍋のサイズの問題でまあほぼ不可能かなと思うので、まあご家庭でやるときはっていうところのまあハックとして覚えておいていただけたらなと思います。で、二つ目のまあ洗浄の徹底で、まあ複数回下茹でしていって、っていうところですよね。ここはもう一回沸騰させてアクを出しておいて、また捨てて骨をね、流水で洗いながら、このね、臭みのポテンシャルを持っているところを、まあ、本炊きする前に、まあ、できるだけ削ぎ落としちゃうっていう方法ですよね。で、3つ目が、このマスキング成分を、まあ、ただ香味野菜を、まあ、ポーンって入れるだけじゃなくて、まあ、ニンニクのアリシンとか、生姜の、まあ、成分だったりとか、硫黄化合物を結合させていって、別の香りに変化させるっていう、ところで、臭みをですね、まあ良い香りに、まあ、構造転換させていくっていうところですよね。で、これが、まあ、これらのことをうまく組み合わせていって、臭みと旨みを完全にトレードオフの関係にあるのがこの豚骨スープなので、このギリギリの境界をどこに設定するかっていうのはもう、これはもう完全に作り手さんの技術と、あとはその調理学の理解の見せ所っていうところにはなってくるのかなとは思います。ですので、やっぱり豚骨スープのこの不動の人気っていうのは、お店の数ほど、豚骨の味があって、同じ味っていうのが、ほぼ多分無理なんじゃないかなと思うんですよね。その人、まあ、まあ、料理屋さんっていうか、まあ、ラーメン屋さんの店主の考え方一つで、一気にこの左右するっていうところが、この豚骨スープの面白いところだったりします。はい。
はい、ということでね、がっつりね、日本の豚骨スープについてね、ちょっとお話ししてしまって、本題のね、今回やった実演のところとはちょっとね、かけ離れたところをお話はしてたんですけども、じゃあここからはね、実演の部分のお話をさせていただきたいなと思います。はい。で、今回骨をオーブンで焼きました。で、結論から言うと、この手法は、獣臭を抑え込むという点では、劇的な効果を発揮しますよっていうところですね。ですけども、同時に出来上がるスープは、ラーメンのような豚骨スープ、白いね、スープの枠組みからは外れていって、豚のフォンブラン、フォンドポーって言えばいいんですかね。フォンドポーへの、構造転換を起こしているっていうところになりますね。はい。ではね、今回の、タイトルでもあります、なぜフランス料理に豚のフォンがないのか、つまりフォンドポーですよね。これがないのかっていうところなんですけども、伝統的なフランス料理の、フォン、っていうのが、主役が、子牛であってですね、豚がその、座につけないのには、明確な、料理の理由が、料理の理由っていうのと歴史的な理由があります。はい。で、まずですね、子牛の出汁、フォンドボーですよね。あと、フォンドボライユ。この二つがね、重宝される理由っていうのは、その、ニュートラルさっていうところですよね。で、この旨味の、とかですね、ゼラチンの、質は多いですし、香りの主張が穏やかであるっていうところですよね。で、その他にですね、他の食材とかワインとかハーブとか合わせた時の、白紙のキャンパスとして機能するっていうところなんですよね。で、一方、この豚骨っていうのは、かなり豚肉としての強烈なアイデンティティを持っているっていうところで、どんな料理にこの豚のフォンを合わせていっても、最終的に豚の味のソースになっちゃうっていうところなんですよね。また豚の味のスープになってしまったりとかっていうところで、汎用性が極めて低いんですよね。で、そう考えていったときに、料理人として選択肢を取っていくって言ったら、やっぱり、キャンパスとして、非常に使いやすいフォンドボライユっていうところになってきます。はい。で、今回作りました、私のフォンドポーですよね。あちらの方なんですが、じゃあ実際に、そんなに豚の味強いんですかっていうと、他のやっぱりフォンドボーとか、フォンドボライユに比べても、やっぱり豚の味はやっぱり強いですよね。ですので、使ってみて、やはり、汎用性としては、かなりフォンドボーとフォンドボライユに劣るよなっていうところは、やっぱり、実際に作ってみて感じたりはします。はい。で、もう一つ、油の酸化のしやすさとですね、ソースにした時の、話があるんですけども、ラード自体が、融点が低いっていうところがあるので、アルデヒドを生成しやすいんですよね。で、どういうことかっていうと、酸化しやすいっていうのもあるので、このね、ソースをこう煮詰めて、レデュイルしていったりとか、モンテブールしていったりっていう時に、この最終的にソースとしての仕上がりが重くなっていく傾向があるんですよ。で、この重くなっていく傾向をどうするかって言った時に、私としてはやっぱり、ビネガーを入れたりとか、あと、ポアブラード調の、ソースを今回作りましたけども、ミニュネットを入れたりとか、あと、ガストリックで最終的に調整したりとかっていうんで、最終的にそこまで持っていった時に、さらにそこに一つの苦味として、カカオを入れたっていうところで、のその組み合わせで一つのソースとして組み上げられるっていうところがあるので、それだけやっぱりこの豚のフォンを使ったソースっていうのはかなりいろんな要素を組み合わせていかないと難しいですよっていうところだったりします。はい。で、歴史的背景というところで言うと、オーギュスト・エスコフェさんが、フォンっていうのは枠組みとしてどういうものかって言ったときに、牛、子牛、鳥、魚と明確にこう定義しているっていうところがあるんですよね。ですので、豚肉っていうのは、基本的に、シャルキュトリ、食肉加工の技術とかですね、各、郷土料理だったり、家庭料理の、90ブルジョワーズっていうところの、カテゴリーとしては、非常にね、根強くあるんですけども、ガストロノミーにおいては、やはり、このね、子牛、鳥、魚っていう感じのね、ところで、がっつりこう明確に定義されているっていうところになります。は
はい、ということでね、実際にこの豚の骨を使った、フランス料理ってないんですかっていうところなんですけども、実際にはあるんですね。で、それはガスコーニュ地方の、ガルビュールっていう、料理があります。スープですね。で、これを、作るときは、ジャンボンのバイユーンノっていう、生ハムの骨を使うんですが、これね、実際に、ちょっと、郷土料理の会のところで、実際にね、お見せしたいなとは思っておりますので、こちらもね、楽しみにしていただければなと思っております。結構先になると思います。はい。はい、いつもね、ハイプでの応援、そして、皆さんからの熱いコメント、そしてチャンネル登録、高評価、いつもありがとうございます。もうね、ほんと皆さんの指摘がね、もう本当に鋭いご質問だったりとか、気づきだったりっていうところで、もうなかなか皆さん料理すごい好きなんだなっていうのが、やっぱりね、ビシバシ伝わってきてね、私もついつい嬉しくなっちゃうところではあります。はい。まだまだね、皆さんにご紹介できる、台所革命のところはたくさんありますし、逆に深掘ってほしいっていうところはもう全然ぶん投げていただければ、なるほど、皆さんこんなこと考えてるのか、じゃあ深掘っていこうかな、なんてこともできますので、全然ね、要望なんかは、お気軽に、投げていただければ、そこからね、何か作れれば、皆さんにお届けしたいなと思っておりますので、コメントの方、どうぞよろしくお願いいたします。そしてね、引き続き、ハイプレの応援、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。